皆さんこんにちは。ビヨンドジャパンチャンネルへようこそ。今日のテーマは江戸時代の忍者です。忍者と聞けば黒装束で手裏剣を投げる姿を思い浮かべるかもしれません。しかし実際の江戸期の忍者は映画や漫画で描かれるイメージとは少し違っています。今回の動画では戦国の乱世を生き延びた忍者たちが平和の世でどのように姿を変え徳川幕府の情報ネットワークを支えたのかを紐解いていきます。約10分で江戸忍者の真実に迫りますので最後までお楽しみください。第一章忍者とは何か、そもそも忍者とは何者だったのでしょうか。忍者は忍びとも呼ばれ、偵察諜報破壊工作など、密かに任務を遂行する専門集団。起源は南北朝から戦国期にかけて形成された伊賀と甲賀の地侍たちと言われます。険しい山と複雑な合村制度が生んだ自治的武装集団が忍術を体系化しました。戦国大名に雇われ、敵陣深く潜入し情報を持ち帰るプロフェッショナル、それが忍者の原点です。第一章補足。忍者という言葉のルーツ、忍ぶという漢字は歯が心を覆う形、感情を抑え耐え忍ぶ意味があります。平安期の今昔物語にはすでに忍びの者という言葉が登場。南北朝の戦乱で活躍した山城国の忍びが敵将の陣幕を切り裂いて情報を奪ったという記録も残っています。こうした逸話が後世の忍術書に集められ、体系化が進みました。第2章平和の世への適用。1600年の関ヶ原合戦続く大阪の陣を境に徳川幕府が成立。伊賀者甲賀者の多くは幕府直属の御家人となり、江戸城の警備や江戸市中の監視を担います。公式には伊賀同心甲賀組と呼ばれ、俸禄と屋敷地を与えられました。任務は潜入破壊から治安維持へ。忍者は平和の世で公務員へ姿を変えたのです。第2章補足。幕藩体制と忍者の官僚化。参勤交代で江戸を訪れる諸侯の動向を記録し、時に大名改易の裏付け資料にもなりました。忍者が裏で政治を動かしたと言われる主演です。第3章徳川情報ノート。後庭版。八代将軍吉宗の時代将軍直属の密偵後庭版が誕生します。彼らは全国を巡察し、大名領の内情を将軍に報告。年に数千里を歩く行脚や変装術が求められ、報告書は将軍だけが読む国書として保管されました。第3章補足。後庭版日記の実像。近年発見された庭版日記には、奥州白河藩に潜入した庭番が藩主の大砲購入を暴き、江戸城の評定に影響を与えた詳細が記録されています。表に出ないソフトな制裁情報戦の妙が光る事例です。第4章具体的任務。1大名屋敷や街道宿場の監視。2流行病や新技術の調査。3火付盗賊改めなど治安組織への協力。忍者は無宿人や旅僧に扮し長屋や湯屋で耳目を張りました。結果は御用流という極秘日誌にまとめられ、末端の忍者が独断で動くことは許されませんでした。第4章補足。火付盗賊改めとの連携。長谷川平蔵率いる臨時探索部隊には隠密崩れの忍者が多数在籍。彼らは賭場で掛け金の不自然な動きを統計し、放火犯の背後にいる悪徳商人を暴くなど、データ分析の先駆けともいえる手法を用いていました。第5章忍術の実際。忍術書には刀術、水術、火術、薬術など多彩な技能が載っています。しかし江戸期のお仕具は簡略化され、町人風の羽織袴や旅僧の衣で行動するのが主流。武器は脇差しや万年筆刀のような小細工が中心でした。第5章補足。お仕具のリペール、火打ち石と薬砲かんざし型、ノコギリ竹筒刀貨は3つ道具と呼ばれる必携品。紙線の骨組みを折ると探検になる仕掛けなど日常品に偽装したギミックが満載でした。第6章日常生活と隠れ身の伊賀同心は江戸城下の伊賀町に屋敷を構え畑を耕し団子屋を営む者もいました。茶道は介護に通じ寺子屋や湯屋で働きながら情報収集。忍者は姿の見えぬ鬼と恐れられつつも庶民の暮らしに溶け込んでいたのです。第6章補足。情報収集テクニック。人の口8割書き物2割噂を紙片にメモ、物流情報と称号を最後に占い師に扮して本人に近づき確証を得る。この3段階で情報の精度を飛躍的に高めました。第7章女忍び者。くのいち。女中奉公や茶屋娘として働くくのいちは貴重な情報源。色仕掛けより聞き上手が重視され、裁縫や行動の腕前も
採用条件、お台所の悩みを聞き出し将軍へ報告する、庭用女子も存在しました。第7章補足心理戦と暗号。くの1は、センスに功を忍ばせ、相手をリラックスさせ、汗ばむ襟足の温度変化で、嘘を見抜く訓練を受けたと伝わります。情報伝達は、畳べりに似せた、天角暗号まさに、芸術的スパイ技法です。第8章忍者装束の誤解。黒装束は、歌舞伎の黒語がルーツで実際は、濃紺や茶褐色の小袖が保護色、わらじの裏に布を貼り、足音を消し、雨具の美濃が、マント代わり、結び目の位置や、家紋を省いた、印判など、暗号も日常に溶け込んでいました。第8章補足暗号と、不調、月が腰は、監視が厳しい猫の足音は、四角接近の菓子折に潜む、羊羹の切り方や、砂門の掛けで、作戦日を伝えるなど、甘味どころは、情報交換のハブでした。第9章忍びの教えと修行、伊賀流忍術書、番宣集会は、常に七に己を置けと説きます。10代で、双方英法薬草火薬調合を学び、夜は、目隠しで風の流れを読む、感覚稽古、竹馬で、十里を走り抜ける、脚力鍛錬や、氷水の行水など、極限環境で心身を錬磨しました。第9章補足修行の厳しさ、忍びは、常に満腹を恐れよ、一汁一菜の粗食で、飢餓体制を養い集中力を研ぎ澄ませたといいます。第10章江戸忍者の逸話、寛永14年、江戸城本丸火災で、伊賀者、服部半蔵正成が、炎の中で、漁物を救出。元禄3年、赤穂事件直後後に和番、田沼一中が、大名屋敷の動きを調査し、政治工作の土台を築く。文政8年シーボルト事件で、長崎奉行配下の隠密が、蘭学書流出を、阻止陰で歴史を動かした、少佐です。第10章補足幕末の、動乱と忍者、嘉永6年、黒船来航で、伊賀者10名が、浦賀の崖上に潜み、訪問数を計測。戊辰戦争の最中、幕府崩壊とともに、忍者は歴史の表舞台から姿を消しました。第11章終焉と継承。明治維新後、伊賀同心は、警察や陸軍情報部へ、転職忍術は、武道や郷土芸能へ姿を変えます。昭和戦中期の陸軍中野学校は、番宣集会を教材に採用現代のサイバーセキュリティにも応用されています。第12章忍者経済の裏側、医術薬売り花火師副業を通じて、諸藩をめぐり城郭を測量、花火大会を請け負いながら、石垣の角度を記録するビジネス情報が行われました。第13章文芸と忍者、特本や歌舞伎に忍者が登場し、滑稽譚で庶民の人気者に忍者は畏怖と親しみを併せ持つキャラクターとして定着していきます。第14章忍者の暗号技術、レンガを装った食暗号や和紙2枚に挟んだ通るし文庫を当てると文字が浮かぶ高度なステガノグラフィー、囲碁将棋の布石を学び、空白を読む力を鍛えました。第15章潜入作戦モデル、薬売りへ花火師、竹林調査旅走へ、報告6日間で、軍用金の備蓄場所を特定する、架空シナリオを紹介し、刀を抜かず任務を果たす、忍者の真骨頂を、追体験。第16章庶民文化との交差点、忍者が来たら福が来るという、俗信伊賀町名物忍びかまぼこ落語忍び半蔵忍者は、日常のスパイスとして愛されました。第17章海外への影響と、観光資源、明治期に火術と柔術がシカゴ万博で披露され、オリエンタルスパイとして世界へ、現代は伊賀、甲賀の忍者サミットで暗号解読ワークショップや藍染め衣装のエコツアーが人気歴史と未来をつなぐ忍者の旅は続きます。第18章神話と現実の境界線、ワイヤーで屋根を飛びか飛んで大爆発。これらは講談や戦後映画が生んだヒーロー像。実際は静かに移動し、爆竹程度のカトンで注意をそらす地味な活動が主流。忍者は庶民の願望や反骨精神を代弁する存在でありだからこそ、令和の今も忍者として文化的ブランドを確立しています。まとめ、江戸時代の忍者は町人の顔をかぶり刀より耳と目と足で戦いました。彼らが築いた情報網は平和を守る見えざる鎧。現代の私たちが忍者に惹かれるのは誰も知らぬところで社会を支える献身と変幻自在に生き延びる知恵に共感するからかもしれません。今日の動画が日本史の裏側に光を当て忍者の真実を考えるきっかけになれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。